デイトレードをやっていると、短時間で大きなお金を稼げるかもしれないって思うけど、実際は投資では長期保有が多いよね。1年間の投資で 5% の利回りを得たけど、実は数千万の資金がないと効果が薄いと感じた。デイトレードで 1.5 時間で5380円稼いで、平日に続ければ16万円になる可能性があった話も、会社員時代の手取り14万円と比べるとバカみたいに思った。トレードは数字だけが大事で、努力しなくても勝てることを実感した。利益確定のタイミングを決めておけば、待ってるだけで利益を上げられることも。良品計画の株価が上がると予測されるニュースのリリースを見て、短期トレードの可能性について考えた。結局、デイトレードと長期投資のバランスを考えながら、資金効率を良くしようとしてる。デイトレードでは上昇バイアスがあり、トヨタなどの銘柄を狙うのが良いと話しているよ。スマホで投資をすることもできるけど、パソコンの方がモニタリングがしやすくて対応が早いって言ってるね。トヨタのような銘柄はダウントレンドにあり、価格が下がったタイミングで売りを仕掛けると利益が出やすいって話してるよ。投資家の心理を読みながら時期を見計らって売買を行うのが重要で、それを信頼できるデータで確認するべきだって言ってる。個人投資家は機関投資家の動向を見て行動するのがセオリーで、逆らわない方が良いとアドバイスしているよ。空売りの動向や取引量を見ながらこれからの株価を予測していくんだって。現物取引が株価の安定性に寄与するので、長期保有が推奨されるって説明しているね。投資について話していて、株を持ってる人たちはあまり頻繁に売買しないから市場にはあまり影響が出ないということを言ってるよ。信用取引が株価の変動を増幅させる一方、海外投資家の動きや為替の影響が株価に大きく関わることも触れてるね。最終的に株価の動向については仮説の段階で、売り圧力がある中でも上昇の可能性があるポイントがあるっていう意見を述べてる。相場を把握するためには騰落レシオを使って上昇と下落の銘柄の割合を確認することが重要だよ。短期的には相場が下がりすぎていると見られ、良品計画は明日上がりやすいんじゃないかと言われているね。投資の戦略として上昇トレンドが続く期間を意識しながらデイやスイングトレードをするといいと思うよ。エントリーについてはチャートで基準を超えたらしっかり確認してから取引をすることが大切だね。良品計画は知名度やサプライズ決算の影響で1週間ほどの短期的な上昇が期待できるんじゃないかな。最近のデータ蓄積とアップデートにより株価判断の精度が向上していると感じていて、短期的に買うべき銘柄として良品計画を挙げています。これから儲かる銘柄は本編で30分話しているから、投資上級者だけ見てほしいんだ。